グラングリーン大阪にやってきました。ここの VS という会場で坂本顧問大阪という坂本龍一教授の展覧会が開催されていました。前日に行った万博の苦い思い出を吹き飛ばしてくれる内容でした。前回1970年に開催された大阪万博の時といっても自分は全く生まれていませんけれども、その大阪万博のために作られたという音響彫刻の展示が中心でした。ですが見どころがそれなりにあって大阪まで来てよかったなと思わせていただきました。なんだろう、ミリポケモン、こんなんあったんや。坂本龍一セットエチオピアリムゲラ限定アメリカーノ2200円、ラテ2400円、単品1200円。ひょえ、すげえ万博価格みたい。会場のエントランスではフラワー is not flower が漏れ聞こえてきています。嫌が王にも気持ちが上がってきますね。会場に入るとアクアの音漏れに迎えられて1999年に作られたオペラライフを再構築したインスタレーションの部屋へ入ります。天井に吊るされた水槽に霧が発生し、さらにそこに映像が投影され、時に曖昧な時にはっきりとした映像が映し出されます。自分はインスタレーションを数十分見ていて、いつ一周するんだろうとか思いながら見ていたんですが、説明にほぼ無限に変化するとあって、そりゃいつになっても一周しないわと納得いたしました。これも十分に万博っぽいんだよなぁと眺めながら音と映像をシャワーのように浴びました。さてこれが音響彫刻というやつですね。色合いもフォルムもめっちゃかっこいいんです。1970年当時の未来の楽器っていう感じですよね。この音響彫刻を教授自身が演奏する映像なんかも会場に流れていたのですが、なんといってもこの展覧会、音響彫刻を自分で触ることができるというのが大興奮でした。ただめちゃくちゃ音を出すのが難しくて、このガラス棒みたいなのを水で濡れた手でこすって音を出します。会場の雑音があって聞こえづらいですが、なんとか音が鳴っています。そして生前の教授の演奏データ、おそらくミディってやつかと思うんですけれども、そのデータをもとにピアノが演奏されました。この時は戦場のメリークリスマスでした。もう今更私が何か言う必要のない名曲ですけれども、皆さん演奏に集中しています。自分もそうだったんですが、コンサートで何回となく聴いてきた曲なんですけれど、もう生で聴けないのかなと思いきや、本人のデータが残っており、それによって演奏が聴けるというのは大変ありがたいなと思いながら、鑑賞に少しふけりながら聴かさせていただきました。実は展覧会はこれ以外にもいろいろ展示があったのですが、やっぱり動画撮り忘れちゃいますね。展示に集中力全部持ってかれちゃいます。動画撮影も SNS も OK ということだったので、動画を撮ろうと思ってたんですけれども、全然動画が残ってませんでした。それだけ魅力的だったということで、感想を締めくくりたいかなというふうに思います。さあここからはほぼ愚痴タイム。そういうの苦手な方はこの辺りでやめといてください。前日に行った大阪万博の悲しい思い出です。入場は11時からしか取れていません。当然のことながら事前のパビリオン予約は全くのゼロ。かなり厳しいかなという感じです。それでも最初はかなりいい感じだったんです。やっと中に入ってきたのが今何時 ?10 時40分ぐらい。ああ、11時予約で10時40分だから、まあまあ優秀かな。これが大屋根リングか。2キロ深いし、2キロって長い？長いよ。もう初っ端からなんか当日予約に全然できなくて、なんかへこむね。なんかお読みが分かんない。なんか人がすごすぎてどこのパビリオンにも入れない気がしてきた。
なんか予約があってピッて押しても予約できませんでしたみたいなこと言われるし、予約を取ろうにも待ち順番にご案内してますが出てずーっと取れません。何度やっても予約取れません。唯一入場できたパビリオンが韓国館でした。一緒に行った友達のリクエストです。2時間待ちと言われたんですが、実際は1時間強くらいだったのかも。この間に幾度となくパビリオンの予約を行いますが全く取れません。万博に来ているんだか携帯を見てるんだか全くわからないくらいです。韓国館の内容はまあこんな感じだねというところで、いろんな万博のいい噂を聞きすぎて期待値が高くなりすぎたのかもしれません。アゼルバイジャン、外側はかっこいいけどね、もう中は全く入れない。予約もできない。ぬるぬる外側しか見れないけど、こんなのもうやることもないんで、ガンダムもうパビリオンどこも入れない。そして唯一楽しめた食事がこれ。象印の塩引き鮭いただきます。普通にうまい。この後も当日予約に挑戦し続けるも全くダメ。並べば入れるかなと思ってもお待ちいただけませんと非常な言葉。ウェブで待ち時間を確認してパビリオンに向かってもその頃には人が並びすぎて並べない。万策尽きてしまいました。この会場でパビリオンに入るためにカリカリしていても一緒にいた友達との関係が悪くなるだけだし、全く楽しめてないことに気がつきました。いやーもう万博出てその辺で飲まないと言ったら友達大賛成。2人で美味しく飲みましたとさ、めでたしめでたしという感じだったんですけれども、もちろん下調べが足りてないとか9月に行くのが悪いとかパビリオンに入れなくても楽しめるとかいろいろあると思いますが、それはそれ。しかも個人的にはパビリオンに期待するタイプなので、パビリオンに入れない時点でもうがっかりだったんですよね。まあ自分の期待に対して得られたものが少なかったということなんでしょう。大絶賛の方も多いですしね。自分は最終的な評価として行かなきゃよかったという評価になってしまいます。並ばない万博じゃなく並べもしない万博でした。自分が経験したことを動画にしてるだけなんで、最終的にネガティブで終わっちゃう今回みたいなこともあるのかなということで、ほんと2日目に救われました。また楽しく旅行でも行きたいと思います。今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。